こんにちは、虎の本音、ジャパンニュースチャンネルです。今回の話題のニュースはこちらになります。その前にぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。本日の話題はこちらです。カムチャツカ半島、ベジミアニー火山で噴火、日本への津波の影響なし。今日5月28日土曜日夕方、カムチャツカ半島のベジミアニー火山で大規模な噴火が発生しました。現地当局、KVERT の監視カメラの観測では、噴煙は高度1万5000メートルに到達したものとみられます。気象庁は、1月のトンガの火山噴火時のような津波が発生しないか監視していましたが、23時30分に、この噴火による日本への津波の影響はない、と発表しました。ベジミアニー火山は1955年以降、たびたび規模の大きな噴火を起こしていて、近年も活発な火山活動を続けています。噴煙の高さのみで噴火の規模は比較できないものの、2019年3月にも今回と同程度まで噴煙を上げる噴火を起こしています。噴煙の状況次第では航空機に影響も、噴火により多量の火山灰が大気中に放出されると、それを吸い込んだ飛行機のエンジンが停止したり、操縦席の窓ガラスに傷がついて見通しが効かなくなるなど、航空機の運航へ重大な影響を及ぼす恐れがあります。今後の火山灰の状況次第では、カムチャツカ半島付近を発着する旅客機をはじめ、付近を通過する北米や欧州とアジアを結ぶ国際線の航空便の経路変更などで遅延等の影響が生じる可能性があります。今年1月にトンガの火山、フンマトンガ、フンマハーパイで大規模な噴火が発生した際には、通常とは異なる津波が発生して、日本にも津波が到達しました。今回のベジミアニー火山の噴火により、津波が発生するかどうかはわかりませんが、気象庁は潮位変化を監視する旨の発表を言っていました。気象庁によると、21時30分現在、海外及び国内の観測点で有意な潮位変化は観測されていません。今回のカムチャツカ半島にあるベズイミアニ火山噴火は、70年前の1952年のカムチャツカ地震 M9.3 の3年後、有史以来実に1000年ぶりに噴火し、現在まで活発な火山活動の一環である。315年前の1707年の富士山大噴火は、南海トラフに起因する宝平地震 M8.6 のわずか49日後だ。立命館大学歴史都市防災研究所教授の高橋学氏は巨大地震と火山噴火のメカニズムをこう説明する。プレート境界で巨大地震が起きると、使いが取れてプレートの沈み込んでいくスピードが上がり、その摩擦でプレートが溶けて大量のマグマになり大噴火を引き起こすと考えられています。2011年の東日本大震災以降、高橋教授によれば通常年間10センチほどだった太平洋プレートの沈み込みが年間30、40センチにまで速度を上げているという。もし、この近隣国での火山の噴火が地殻変動によるものだったとして、結局は災害対策を入念に済まされて、その落ち着くところの社会環境下と日本への津波の影響はないとしても、念のために防災を徹底されると、とっさの時に慌てることなく災害への予防策になると思う。細かい防災用品等を備えようと思った時こそ、次の災害に用心して構えれる将来設計描けるかな。地理的に比較的近い位置にて起こった噴火事情でも、日本の国民等は、災害事情の司令塔でもある気象庁の情報源を常に当てにされて、各自対策を施されたい。また、私自身はこの記事内にて、気象衛星ひまわり8号の火山灰雲解析画像の掲載を拝見し、AI 火山灰検知システムという機能を知ることでき、人工衛星の地上観測への潜在的な可能性を感じ取れた。気象現象の観測技術は日に日に向上されている。認識が高められると、日本の持てる科学技術の開拓どころとも思え、専門機関の存在意義は大きく、学びがいはある。トンガ、カムチャッカと半年で巨大噴火が続いている。火山帯のメカニズムからの日本への影響が心配。そして最も気になるのが高層に放出された噴煙の気象への影響だ。過去の例では地球全体の寒冷化傾向があったと思うが、今回もあり得るのか。地球内部は現在でもダイナミックに活動している。そろそろ地震、火山噴火、温暖化 CO2 主因説も含めて世界の英知を集めた気候変動の再検証が必要ではないか。自然がビジネス、利権になると
理性的な議論が封殺される。ソーラーが典型的だ。その製造に多量の石炭を燃やし、強制労働が強く疑われている中国がトップシェア、そして有毒物質を多く含むパネルの廃棄処理技術が確立されていない。その施工、利用についても自然破壊、不安定な発電能力のバックアップに、古い石炭火力が追いつかない停電のリスク、さらには大阪、岩国をはじめとしての国家安全保障問題すら懸念され始めた。本来は大規模な発電用途ではないのに。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。